2023年5月13日、5チャンネルにこんなスレが立った。工場勤務なんやが、出世するために取った方が良い資格とかある？早速スレを見ていこう。独学でいけるレベルで、公認会計士、危険物管理、オプ4だけ持っとる。電気工事士。ああ、良さそうやな。難しい？なんJのの資格。一級ボイラー技師。何の資格なん？ボイラー取扱いの資格。ボイラーないからいらなさそうやな。玉掛け。玉掛けはもちろん持っとる。漢字検定。大卒。もう手遅れや。工場ってやる気だけで出世できるとこちゃうんか。そうかもしらん。出世狙うなら資格何か取った方がいいのありますか？って上司に聞いてこびろよ。それで聞いたやつはあらかた取ったんよ。危険物取扱い。オプ4取ったで。QC 検定。2級は取った。1級は Y の知能では無理そう。何の工場で何の資格持ってんの？金属加工の工場で、オプ4、クレーン玉掛け、リフト、QC2 級、機械保全1級、電気保全1級、あと、関係ないけど、調理師と行政書士。前職で有機溶剤作業主任者取ったわ。なお内容はほぼ覚えてない模様。知財検定取ったら開発系か知財系に滑り込めるかもな。技術上がりは重宝されるで。うちの会社開発ないんよね。それは残念。まあもし転職するときにホワイトカラー入りする材料にはなるで。年齢があれやから転職は考えてないけど、検討してみるわ。3月、クレーン運転士。フォークリフト。職場で使わないの取っても意味ないやろ。ここまで第一種衛生管理者なし。これってペーパーだけ？管理者っぽいな。ペーパーだけ。50人以上いる事業所には必ず1人はいなきゃいけない国家資格。ほんまか、これ難易度はどんなもん？について。合格率50くらいだけど勉強しないと普通に落ちる。そうなんや、手頃やしこれ受けてみるわ。まず何の工場よ。金属加工や。何の金属加工かによるけれど。まず何かしら機械故障エラーに迅速に対応できるか否かじゃないか？資格云々をここで聞くお前はまだ浅いしまだまだよ。自分で言うのもあれやが、現場での作業はそれなりにできると思う。管理職になりたい。お前に資質やコミュ力や技術知識、今までの経験値があれば上司から必ず声がかかる。仲良い上司が権力ない無能かお前が無能か。その時に周りとちょっと差をつけたいのよ。同世代と横並びで昇進する場面出てくるやろ？ちょっとした差が欲しいの。仕上げ2級かな。なんか現時点で資格いらなそうだし。コミュ力じゃないか？周りくどい言い方してしまってすまんが、自己啓発にしか使えない福利厚生があるからなんか資格取りたいだけなんや。金属加工って知識技術あって無駄やないし。仕上げ工2級。新域に行けば1級取れば、文句言えるやつおらんと思うよ。ようわからんけど調べてみるわ。3月。わからんけど。じゃなくてわからんから調べてみるわ。やろ？金属加工しとって機械も扱ってて。仕上げ工も知らんてやつやろ？金属加工する機械をメンテナンスしたり、組み立てたり据え付けるのも最終人間がチェックするのも超一級の仕上げ工の仕事なんよ。それを最後チェックするのがお前の仕事の一部のはず。油臭そう。いいアドバイス浮かばんくてすまんな。散々偉そうに言ってゴリゴリの現場資格進めてきたのは受けたで。お笑いのセンス高いな。いざという時に現場で何もできんやつに、管理職も上もねえだろ。お前みたいな舐め腐ったやつは上に上がらんでよろしい。上で待ってるで。社会検査系取ってみたら？あんまりうちの会社やと関係なさそうやな。なんか出世できなさそう。現場から抜け出せない。資格ばかり取ってたら現場に出されるのは当たり前。だよね。一つの会社に尽くす時代は終わったやろ。しがみつくしかないんや。電検電検。なんか持ってると偉くなった気分になれる。出世に影響あるかは知らん。出世したいなら改善提案書きまくれ。正義から引っこ抜かれるぞ。うちの会社製造部しかない。衛生管理者めんどい。どんなきゃよかったわ。めんどくさい面もあるんやな。安全関係全般把握せなあかんし。現場にも口うるさく言わんとあかんから。顔されんして当てやすいしで。もう勘弁や。なるほどな。でもそれが管理職やもんな。工場なんて年功序列なんやし何もせんでも出世するやろ。そうでもないんよ。現場やってるじじいもおる。工場で出世したらすごい居心地良さそう。というか上司に聞けや。もちろん聞いてるで。でも今時出世したいやつなんて少ないやろ。工場で何か問題起きたら、責任取らなあかんのやで。何も考えずに手を動かしてる方が楽やん。夜勤がね、子供が学校入るまでにはやめたい。結局上に上がって管理者クラスになると夜勤でトラブったら電話飛んできて対応しなければならなくなるし。さらにその上狙わないけなくなるわ。うちの会社ではまずないなそれは。製造しかない金属加工ってもう人徳で上り詰めた方が早ない？まあ結局はそうやねんけどな。福利厚生で自己啓発に使えるお金があるからなんかないかなってだけなんや。てか管理職やりたいって話しろよ。なんでしてない前提なんや。話してるなら向こうが人間性見て判断してるやろ。頭悪そうだし無理やろ。普通に年齢相応には昇進しとるで、その上で少しでもプラスになることないか考えてるのがそんないかんか？金属加工ってどんなテクニックが必要なのか及びもつかない世界やな。機械が勝手にやるだけや。ある程度予算もらえるなら商工会議所とかが主催してるリーダー講習受けに行くとかでええんちゃうか？資格ではないけどやる気見せつつ横のつながり増やせる可能性あるし。マックス6万ぐらいまでやね。
自腹切って言ったことないけど6万じゃ多分無理やな。だよね。でもそういう方向ありかもな。コーチングの講座とか。単発のやつなら普通に数万からあったわ。住んでる地域の役所か商工会議所調べると何かあるかもな。3月、調べてみる。医師免許。漢字検定4級。ソースは課長職してるわい。 4級とかあるんやな。中学卒業レベルらしい。落ちる自信あるわ。税理士。何に出世したいんや？現場のボスか？バックオフィスか？いずれにせよ資格だけじゃなくて人を使えることをアピールするのも大事や。人集めてなんかしろ。新しいシステム入れたり機械入れたり。3月。野菜ソムリエ。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？今回の話に共感した方はぜひ、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければ高評価と、チャンネル登録よろしくお願いします。